コインレイ .com 新聞土です。今日は、経済アナリストの馬淵真理子さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらですね、馬淵さんご存知の方いらっしゃると思いますが、本人の方から簡単に自己紹介をお願いできればと思います。はい、皆様よろしくお願いします。経済アナリストの馬淵真理子です。簡単な自己紹介ですけれども、私は大学院卒業した直後がリーマンショックで、就職活動すべて全滅しました。どこも受からなかったんですよね。でそこで、たまたま行き着いたところが、関西の医療法人で、そこで、金融業界に入るというキャリアになっています。で、実際、就職活動すべて失敗しましたので、随分落ち込んでいたんですが、当時のその上司がですね、金融をしっかり学べば、自分の足で立てるようになるよというふうにアドバイスをいただいて、そこで、金融を学ぶということを始めて、今、10年目になります。で、そこで実際に、資産運用、トレーダーとして約2年半ぐらい、専業トレーダーを行っていました。で、あまりにも私が社会と断絶というかね、こもって仕事をしていたので、もう少し世の中と接点を持つ仕事をした方がいいんじゃないかというところで、その後アナリストに転身して、メディアで記事を書いたりとか、物事を発信するという職業に転身して今があります。ありがとうございます。で、こちらの書籍もありがとうございます。書かれたということなんですけど、こちらについて出されたきっかけの方もお伺いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。黒字転換2倍株でかつ投資術なんですが、こちらは個別企業の分析なので、ちょっともうちょっとなんていうかな、ETF とか大きな枠組みというよりは個別の企業の投資の手法なので、もし興味があればというふうな感じなんですが、私が書いた趣旨としては、2000万円問題ってありましたよね。老後2000万円必要だっていうことがあったんですが、じゃあどうやってこの日本の一番年収がのボリュームゾーンの方々が2000万円を作っていくんだって考えたときになかなか難しいじゃないですか。なので手元資金を少し短い時間で資金を増やす方法ってどういったものなのかっていうのを実際に具体的に書いたものなんですね。で、黒字転換、赤字から黒字にしていく転換していく企業に投資をすることによって、値幅が取れるというふうな投資手法になっています。で、これは実際に私自身が、2015年以降、この手法でたくさん企業分析をしてきて、それをもとに全国各地で登壇をしてきたんですよね。で、その確率で、黒字転換していく企業をピックアップして登壇してきた中で、大体およそ2倍になっている企業が多い。大体75%ぐらいの確率があるということなので、これはちゃんと書籍にしていいというふうに考えることができたので、だから自分で再現できるっていうのをポリシーにして書きました。ありがとうございます。はい。で、こういった書籍、今出されてて、今後また新しい書籍もね、出してこられると思うので、そこでは、キャリアのテーマとかっていうことでしたよね。そうですね。私自身が、一旦挫折をして、ゼロになった状態で、キャリアを再構築してきて、10年経って、ある程度、自分なりに、仕事の考え方とか、仕事のやり方みたいなものが10年経って形になってきたので、その内容を、皆様にお伝えできればなと思って、新しい書籍を、予定しております。ありがとうございます。馬淵さんもね、いろいろメディアに出たりとかされていらっしゃって、講演のご依頼とかもですね、いろんなところから引き合いがあると思うんですけども、今までどういうところでご講演されたとかっていうのはありますか？そうですね。経営者の方々への講演と、あと個人の方々と大きく2つ分かれます。で、経営者の方々はやっぱりこの先日本経済どうなるの、世界情勢どうなるのっていう、ちょっとマクロ的なお話と、日本の各業界ですね、業界の分析をお伝えするというふうなことがメインです。あと最近であれば、SDGs の取り組みをどう社内で実践していったら良いのかっていうお話があるので、そのあたりについて経営者の方々にはお伝えをしています。ありがとうございます。今後、こういう講演会でこういうことを伝えていきたいっていう、今までのものも含めていろいろあると思うんですけど、そういったものがあれば教えていただきたいんですが。
そうですね。私、毎回講演で大切にしていることは、世の中のこの仕組み、枠組みがどうなっているのかっていうのを簡単にお伝えすることを大事にしていて、この枠組みを経営者の方も個人の方も知ると、実はなんか世の中の見え方が随分変わるんですよ。で、日々のニュースで流れていることの意味合いとか、なんか自分のこの手からこぼれ落ちていたニュースが、こういう意味合いだったんだっていうふうに、ちょっと彩りを持って世の中を見ることができるので、そういう意味合いで、まず枠組みをお伝えするようにしています。はい、どんな方がいらっしゃって、男性、女性、あるいは年齢とか様々ですので、ご来場者の皆様に合わせながら、講演テーマはいつも変えて、一般的な資産形成の大きな大枠のお話をして、NISA、iDeCo の税優遇が受けられるところのお話をして、で、また ETF と言われている、ちょっと一歩進んだ。で、さらに個別銘柄を分析したいという方がその書籍のところになってくるので、段階を経て、その個別銘柄まで必要ない場合は ETF まででとどめますし、そこは対象者によって内容は変えています。ありがとうございます。あとは書籍でも今後、出されていく予定っていうそのキャリアに関しても、あると思うんですけど、そういった講演のご依頼ももちろん、そうですということですね。はい、ぜひキャリア形成は自分なりには構築してきたつもりですので、どういうふうにチームのメンバーとコミュニケーションを取り、どう上司とコミュニケーションを取り、また外部の方々とどういうふうにやっていったらいいのか。で、特に私、アナリストで企業訪問することがとても多いんですよね。で、年間延べ150から200ぐらいの企業経営者の方に取材をして実際にお話を聞いています。なので取材力非常に重要なんですよ。で、これは実は営業の方に当てはまるというか、このアナリストの取材力を営業の方が真似をしたらどうなるかっていうのも実際に書籍で書いていて、こんな切り口で予習をすれば結構皆様ちゃんとお話をしてくれるよとか、そういった内容になっているので、とても実践しやすいと思います。実際ご本人の YouTube のチャンネルの方でもいろんな上場企業の社長さんと実際にインタビューをしているようなものがありますね。そうですね。企業経営者の方々に直接お話をし、さらに、それだけじゃなくて、やっぱり会社訪問すると、企業全体のそこで働いている方々の姿も見えるので、全部見た上で企業分析をこれまでしてきたので、そのあたりを誰でも再現できるような形にして今回書籍にしていますし、登壇でもそういったお話ができます。すぐ真似できるような働き方っていうんですかね、そういったものをお話できたらなと思ってます。